はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、新NISA成長投資枠で狙う、すすめ有料銘柄と題してお送りいたします。はじめに、ヤマハ発動機、証券コード7272についてお話しします。ヤマハ発動機といえば、二輪車事業で有名です。世界最大の二輪車市場であるインドでは、労働人口の増加や所得の向上により、さらなる市場の伸びが期待されています。ヤマハ発動機のインドでの市場シェアは 4% 程度と、まだ伸びしろがあります。2022年には、インドで1536万台のバイク需要がありましたが、今後10年で2500万台まで増加すると予想されています。業績については、長期的に見ると右肩上がりの成長をしており、過去3年連続で最高益を更新しています。配当利回りは 3.56% と比較的高い水準にあります。配当金に関しても、総還元成功は 40% 程度で、業績にかなり連動しています。ご存知の方も多いと思いますが、NISA では売却益や配当金は非課税となるため、配当金が多いほどそのメリットが有効に活用できます。株主優待も実施しており、保有株数や年数に応じて、地元名産品やサッカー観戦チケット、ラグビー関連グッズや自社関連施設の割引券がいただけます。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1403.5 円に対して、目標株価は1457円で、3.8% の上昇余地があります。東南アジア市場での伸びに期待したいですね。次に、CTS、証券コード4345についてお話しします。CTS は、建設現場を ICT と IoT で支える技術を提供しており、労働人口の減少や残業時間の規制に直面する建設業界において、業務の効率化を進めています。中期経営計画では、計測測量事業を安定的に成長させつつ、ICT サービスの提供を通じて、業績を 1.5 倍に伸ばす目標を掲げています。CTS の魅力は、10年以上連続で増配を行い、売上利益も10年以上連続で成長している点にあります。現在の配当利回りは 2.86% となっており、配当成功は高めですが、今期も 2.5 円の増配予定です。直近の第3四半期決算では、順調に利益を伸ばしており、進捗率も例年並みです。PR や PBR からは、特段の割安感は感じられませんが、過去の水準と比べるとやや割安になっています。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、786円に対して、目標株価は900円で、14.5% の上昇余地があります。インフラ投資とともに成長していく可能性がありますね。最後は、マークラインズ、証券コード3901についてお話しします。マークラインズは、自動車業界の情報を一元管理する情報プラットフォームを展開しています。このプラットフォームは自動車の完成車メーカーだけでなく、部品メーカーにとっても非常に有用な情報源となっています。特に海外売上高比率は 58.7% に達し、6割近くが海外市場からの売上となっています。業績の面では右肩上がりで成長を続けており、営業利益率も高い水準を維持しています。PR、PBR を見ると、割安感はありませんし、配当利回りは 1.3% と比較的低いものの、12年連続で増配を続けている企業です。また、過去14年間で配当金が10倍に増加しており、自己資本比率は 73.5% で、有利子負債はゼロで、財務内容も非常に優れています。直近の決算発表では、経常利益は 16% 増で15期連続最高益更新となっており、増配も発表しています。それでは AI による株価の予想です。現在の株価3230円に対して目標株価は3630円で 12.3% の上昇余地があります。今後の成長性や配当利回りの向上を期待して保有する銘柄ですね。今回は新NISA、特に成長投資枠での購入を想定した銘柄になります。このNISA制度はうまく活用すればとても有益な制度です。
先日、とある銘柄を売却したのですが、45万円ほどの売却益に対して、所得税と住民税の合計9万円以上が差し引かれていました。NISA では、この税金が上限はありますがゼロになるんですよ。他にも、保有している間にいただいた配当金にかかる税金もゼロなんですよ。制度をうまく活用して、せっかく儲けたお金を少しでも多く手元に残せるようにしたいですね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。